皆さん、こんにちは。まほです。今回は週末香港弾丸旅行 Vlog 後編をお届けします。前回の Vlog では香港に到着してアフタヌーンティーを楽しみ、今は休憩のためにホテルにチェックインして戻ってきたところです。久しぶりにやってきました。前と変わらないですね、雰囲気。この眺めも以前泊まったお部屋と同じような場所だった気がします。今回はこちらのドーセットモンコックに一泊します。時刻はもう夜の7時。先ほどと同じエレメンツに戻ってきました。これからこちらのスカイ100の展望台に登っていきたいと思います。スカイ100は香港で一番高い室内展望台で高さ390メートル、2011年にオープンした展望台だそうです。クルックというチケットやツアー販売サイトで他の博物館、今回私が行ったのは M プラスなんですが、そことのセットチケットを事前に購入しておいたので、携帯の画面を見せて入場することができました。入場券単体を買うよりお得なので、ぜひクルック調べてみてください。エレベーターに乗ってビルの約100階相当分の高さを登っていきます。リッツ・カールトンに行った時のエレベーターもそうでしたが、高速なので下からの圧力、重力のようなものを感じます。時間にしてちょうど60秒、1分で到着しました。展望台に到着しました。外はあいにく小雨が降っていますが、それでも夜景は綺麗に見ることができます。さらに、この展望台は窓にプロジェクションマッピングで花火などが投影されて打ち上がっているように見えるような演出がされています。個人的にはこれまで夜景を見るといえば香港島のビクトリアピークに行くというのが定番のイメージがありましたが、このスカイ100の方が混雑も少なくて簡単にその地上から展望デッキまで移動でき、屋内で移動が全部完結するので、夜景を楽しむにはこちらの方が快適でいいんじゃないかなっていうふうに感じました。初めて香港に来た方で夜景を楽しみたいといった方にもすごくおすすめの場所です。スカイ100は展望台だけではなく、このように展示スペースだったり、ゲームのような形で何か体験型のコーナーとか、もしくはカフェもあったりと施設が充実していて楽しめる場所になっています。こちらの入場チケットと一緒にカフェ100で軽食が一つとドリンクがセットになったパッケージなので、多分ここでチケットを見せて引き換えて出るのかなと思います。こちらが今日の夕飯です。なんかパニーニとワッフルとペーストリーサラダっていうメニュー10個以上は選べたんですけど、時間が一番遅かったので、パニーニが全種類ソールドアウトって言われました。ワッフルは全部残ってたみたいで、このなんかパイも最初は牛肉のパイを希望したら、もうそれはないよって言われて、ほうれん草のパイにしました。まあ、ちょっとね、量は夕飯って考えると、本当軽食って感じなんですけど、今日はアフタヌーンティーで、もう苦しくなるまで食べたので、逆にちょうどいい量だなと思いました。夜景眺めながらいただきたいと思います。香港最高です。夜景最高。もう閉まっちゃうみたいです。8時半かな、閉まっちゃうみたいなんで、また来たいです。2日目朝、ホテルはチェックアウトして、朝食を食べに向かっています。向かってる先は、ホテルと同じ最寄り駅のオリンピックステーションに隣接している、日本にも進出したミシュランで話題になったお手軽なお店、キム・フォーワンです。
してたものが全部届きました。時間かかったんで、最初に来た右上のメロンパンみたいな皮の中にチャーシューのあんが入っている、ここの看板メニューはもう2個食べちゃいました。あと私の好きな大根餅アゲインと、左側にあるのはコリアンダー、パクチーが入ったシューマイみたいです。上に乗ってるのなんだろう、ソーセージかな。いただきます。食べ終わって、これから駅に向かいます。ユニクロがあります。ショッピングモールになってて、無印もあるみたい。さっきサンリオもありました。ホテルの最寄りがこの、オリンピックという駅なんですけど、香港島のセントラルというところに向かいます。セントラルは、ここから電車で2駅。昨日拠点というか何度も行った、カオルン駅の次の駅がセントラルですね。セントラルまたは香港っていう東京と大手町みたいに2つの駅があって、ちょっと距離があるんですけど、だいたい繋がってるみたいな、そんな場所になります。ここも初めて来たんですが、結構広いですね。なんか割と日本語を見る気がします。香港の人は日本の居酒屋とか結構好きみたいで、ちょくちょく日本の看板を見かけたりします。結構親日な人多いんですかね。あ、こっちには GU があります。まだお店オープンしてないけど。ちなみに時刻は11時ぐらい。MTR の地下鉄のマークが書いてあるところを頼りに進んでいます。この下に無印があって、なんかすごい、ここではミニモーターカーで子供が乗って遊べるのかな。昨日のカオルーンの、エレメンツっていう同じようなショッピングモールにはスケートリンクがあって、スケートのコーチがなんか教えてるところが結構あって、すごい賑わってましたね。リンク人でいっぱいでした。子供たちがいっぱい滑ってました。なんか初めて来たんですけど、思ったより広いなっていう感じですね。これはもう日本で見慣れた無印のエリアかな。なんか本屋さんで繋がってるみたい。じゃあ駅に向かいたいと思います。香港駅に到着しました。香港駅はこっち側なんですけれども、こういう風に長い、動く歩道があって、こっち側の赤い大きい広告がありますけど、こっち側も動く歩道があるんですけど、一番観光客が多い赤い縦の千湾ラインっていうのの終着地点であるセントラルにつながってます。私はここで地上に出るので、この改札から降ります。セントラルにやってきました。やってきたのはこっち側ですね。海を越えて半島から島の方にやってきました。で、今目指すのは、この辺ですね。このセントラルマーケットっていうのが、比較的新しくできた伝統的なデザインの、ショッピングモールっていうことなので、あとその近くに私の知ってる日本人のビーズ刺繍アーティストの方が、商品を卸しているっていうことなので、商品たくさん並んでるところを見てみたいなっていうことで、まずはそちらのお店に行ってみようと思います。でさっき指を指した店のすぐ近くにあるみたいなので、Google マップ頼りにちょっと歩いてみようかなと思います。数年前に、コロナより前の時に政権が変わるタイミングで結構大規模なデモがあって、私、香港に友人たくさんいるんですけど、この辺の道路を占拠して座り込みとかデモとかやってるのを見ていて、非常に心が痛むっていうことがあったんですけれども、今はコロナも明けて、ちょっとね、政治的なことはちょっと、あんまりわからないんで控えておきますけれども、街は今まで通りのこういう賑わいを取り戻しているのかなっていう感じです。カオルーンの方と同じく、こっちの方が、ビジネス街って感じですかね。ブランドショッピングとかもできるんですけど、高層ビルがたくさん入っています。あんな風に路面電車も、2階建て路面電車たくさん走ってて、乗ってるだけでも楽しいんじゃないかなと思います。
実は昨日寝てる間にかなり雷が鳴ってたんですよね。なので、今日も雨か曇りかなっていうふうに思ってたんですけど、意外と朝しっかり晴れて、一応耐えられる暑さ。まだ朝なんで、まだ多分30度いってないんじゃないかなっていうぐらいの感じで、今のところ快適に過ごせています。太陽の、真下をずっと歩くっていうことが少ないからかもしれません。であと余談なんですけど、香港の人たちは雨傘を普通に日傘として使ってます。これもなんか香港らしい風景というか、香港来たなっていう感じしますね。そして、なんと目の前に、これドンキじゃないかな。どんどんドンキ。真っ黄色。ドンキホーテ。キャラクターもいますね。ちょっと行き過ぎちゃったので、戻って行きたいと思います。ちなみにこの香港島は、昨日展望台からも見て、山とか見えたと思うんですけど、この先みたいに坂道、階段がめちゃくちゃ多いです。ずっと歩いて回るの大変なので、いくつかの場所に歩道橋みたいなのがあると思うんですけど、エスカレーターがあります。建物を見つけたので、ちょっとお店の方行ってみたいと思います。さっき、この道の奥にあるドン・キホーテにすっかり気を取られてたんですけど、これがセントラルマーケットです。見た目はそんなめっちゃ新しそうには見えないんですけど、なんかリノベしたのかな？今から入ってみようと思います。フロアマップです。香港は1階がグラウンドフロアで、ここに食べるお店がフードコートみたいなのと中庭があって、1階、日本でいう2階ですね。ここにお店がちっちゃいのが入ってるのかなっていう感じです。そして上はレストランがあって、IFC っていうのが駅側、多分これのことだと思います。このパスウェイがありますっていうことです。せっかくなんで1階から行ってみようかなと思います。なんか古い建物をリノベしたっていう感じの雰囲気ですね。この辺とか、なんか古い学校みたいな、学校とか、あとよく、ヨーロッパにもある、なんか昔ながらの建物で、そのまま見学できるようにしたような感じですね。ちゃんと混雑した時用に、アップとダウンっていう風に分かれてます。売られてるものはすごい現代アートグッズだったりとか、ハリーポッターって書いてあります。雑貨屋さんとかがあります。この奥の方に何かあるのかな？中庭があって、多分、口の字になってると思うんで、ぐるっと回れそうな感じがするんで、一周したいと思います。なんかまだ何もできてないスペースもあったり、あとここは多分作り途中だと思います。上はレストラン。なんか売ってるとこもありますね。植物売ってるところがあります。あと真ん中が吹き抜けになっていて、ここがさっき言っていたこのストリートと駅に向かう道の通路になってるみたいですね。通路としての役割とショッピング、食べるところとか
あとセブンイレブンも入ってるんで、多分交通量も多いでしょうし、すごいいい立地にリノベーションの建物が建ったなっていう印象です。実際こっちに向かって歩いてくると結構たくさんいるんで、みんなどこに向かってるんでしょうね。こっちの方は、外国の、日本でいう六本木みたいな外国人が多く集まるストリートとかもあるので、遊ぶところ、夜遊ぶところとかも結構あります。なんかすごいナチュラルな木でできたグッズとかなんかおしゃれなオーガニックっぽいお店があります。今後もっといろんなお店が入ってきたら本当に楽しそうですね。わあ、すごい食べ物もなんか、これリコリスかな。匂いがやばいです。でも体には良さそう。なんか、香草の匂いがめっちゃしますね。アロマもありますね。この辺お土産買うのにちょうどいいかもしれないですね。ただ匂いはすごいです。日本の蚊取り線香なんかベストセラーって置いてあるのがちょっと何とも言えないですね。これは。日本へのお土産にはちょっとシュールですね。面白い。今のこのセントラルショッピングセンターを抜けると、ヒルサイドエスカレーターかな、山の上に向かって続く公共の街の中を走るエスカレーター。エスカレーターっていうか、動く歩道が登ってるものになります。なんかお目当てのお店がやってないみたいで、実は今この道通るの3回目なんですけど、残念ながらハンドメイドアクセサリーの日本人の作家さんの商品見ることができませんでした。で、ちょっと思ったよりだいぶ早くに目的をなんか達成しちゃったんで、時間がまだ12時前、11時過ぎでかなり時間余ってて、フライト5時なので、もう香港駅から無料の今回、なんか観光キャンペーンで空港行きの1500円ぐらいするのかな、チケットが無料で手に入ることができたので、香港駅に直結しているIFC、インターナショナルファイナンシャルセンターに、お店が結構たくさんあるので、そちらで、ちょっと時間を潰したいなと思ってます。今日は日曜日なので、この辺はフィリピンかな、マレーシアかな、忘れちゃったんですけど、よく香港のお家はお手伝いさんが住み込みで働いてて、休日だけこんな風に道端でお休みを満喫しているっていうのが昔からの香港のスタイルみたいです。そしてここが IFC モール、駅直結のショッピングセンターです。大体香港はいろんな主要な地下鉄の駅にショッピングモールがあって、で特にこの IFC モールなんかはもう本当に超メジャーな有名ブランドが目白押しっていう感じで、特に広いですね。香港って結構家は狭いんですけど、家とか道とかホテルも狭めなんですけど、もうとにかく世界中からお買い物する人が集まってくるのか。香港って基本的に免税というか関税がかからないので、海外ブランドとか買うのはお得なんですよね。そういう理由があって、多分軒を連ねているという感じです。今立ってるとこの反対側ぐらいには確かアップルストアがあったと思います。ここは何度か来てるんで、めっちゃ広いんでね、どこに何があるか完全に覚えてるわけじゃないんですけど、ここに来れば一通りのブランド物ショッピングはできるんじゃないかなっていう感じです。ザラがあった。ちょっと今ザラがセール中っていうか、いろんなブランドが今夏のセール期間なので、空港にもザラあるんですけど、ちょっと気になるアイテムが昨日試着してあったので、ちょっと見てみようかなと思います。ザラよりもっとテンションが上がるものを見つけてしまいました。じゃん！シティスーパー。ここは、あちこち香港で数カ所にあると思うんですけど、
いわゆるちょっとおしゃれ系の外資系スーパーかな。香港のローカル色が強いっていうよりかは、まあ、中見てもわかると思うんですけど、結構内装もおしゃれ系のスーパーで、このシティスーパーのエコバッグなんかは、よくお土産の定番で、今まで私も買ったことがありますし、かわいい。かわいい。ロイズもある。おむすび屋さんすごい多いですね。駅にもたくさんありました。健康志向なのかな？ RA ファンとかもありますね。ここでちょっとショッピング楽しみたいと思います。これから電車に乗って、エアポートエクスプレスに乗って、空港に戻ります。結構ザラで試着してすっごい悩んだんですけど、結局買うのやめました。また来るからね。空港に戻ってきました。あっという間でしたが、すごい充実した土日の弾丸旅行となりました。すでにアプリでオンラインチェックインは済ませてあるので、カウンターの場所は覚える必要はないんですが、一応香港エクスプレス UO T1H のカウンターということです。香港は空港はすごい広いんですけど、ここともう一個遠いところに新しいターミナルがあるらしいんですが、基本的には LCC の香港エクスプレスでも同じ、この行きは下の階でしたね。下の階に到着したんですが、出発は上の階からとなっています。で、さっき言ったようにもうチェックイン済ませてあって、ボーディングパス持ってるので、このまま出国となります。香港の場合は空港の中にプライオリティパスが使えるラウンジがあるので、そちらで飲み物はゲットしようかなと思ってます。出国しようと思ったらディズニーストアを見つけたのでちょっと寄ってみました。空港のディズニーストアに行ったんですが、ウォルト・ディズニー100周年の記念グッズがダッフィーファミリー推しみたいで、100って書かれたコスチュームでダッフィー、たちがコスチュームに身を包んでて、めっちゃ可愛かったです。ダッフィー系は私グッズあんまり持ってなくて、基本キャラグッズ買わないんですけど、好きだったら買ってたかもなっていうぐらいめちゃくちゃ魅力的な商品がいっぱいありました。最近は海外パークでもなんか大人が欲しくなるようなグッズが増えてて嬉しいんですが、散財がっていうところですね。じゃあこちらから出国となります。非常にスムーズに出国できました。私が乗る便はこの真ん中あたりにある5時35分 UO622 東京羽田行きです。まだゲートは決まってないみたい。ちょっと早すぎたかな。出国するのにセキュリティがものすごい進んでて、顔写真とパスポートをスキャンすると、人じゃなくて、機械がもう判別してくれて、で、その後、まあ普通の水捨てたりとか、その荷物チェックしたりとかするんですけど、日本ほど厳しくなくて、日本で行きは、ちょっと私の履いている靴が、こういうハイカットの靴は脱ぐようにっていうことで脱いだんですけど、今回、香港ではそういう必要はなくて、もうすんなり行くことができました。こちらは私がおすすめしているずっと前からお気に入りのキーワーベーカリーというお手頃なお土産のお店です。ここで買うものはクッキーとか、このパンダクッキーがすごい人気なんですけど、缶も可愛いしね。こういう袋系のお菓子も美味しいので、大体何買っても外れがなくて、パイナップルケーキとか、香港らしい、こういうパリパリしたちょっと食べづらいんですけど、そういうクッキーとかみんな美味しいので、まあ、その時々で友達に、とか身近な人にお土産買っていってます。
こちらは出発ゲートの、方なんですけれども、上の階がフードコートになってて、で、さっきは出国する前に香港ディズニーのお店あったんですけど、別のお店があります。前から2つありましたね。こっちの方が空いてるかな。ちょっとゆっくり見てみようかなと思います。あ、こっちの方が広いですね。なんかセールもやってるみたい。ちょっとアメリカのディズニーっぽい感じです。今このラウンジを探してたんですけど、上から降りてきて、こう下にデューティーフリーショップがこうあって、それを抜けていった先にあるっていうのを知らなくて、これ初めて来たのかな。前も一回来た気がするんですけど、プラザプレミアムラウンジ2つあるんで、もしかしたら違う方に行ったのかなっていう感じで、もうなんか結構混んでますが、ビュッフェもあるっぽいので、こちらに行ってこようと思います。して思いましたが、このラウンジは初めてですね。改装前だったのかな。シウマイとかビュッフェがあります。フィッシュボールヌードルスープとシューマイとお肉と、茹でた野菜たちと春巻き。いただきます。おかわりしました。さっき頼まなかったトマトクリームスープ、カプチーノ、ミックスナッツ。さっきマカロニが置いてなかったんで、それもちょっとだけ食べます。いやーもう今日はこれで十分ですね。現地の時間で今3時台、日本だと4時台なんですけど、もう今日の食事はこれで最後でいいかなっていうつもりで今たくさん食べてます。今までの世界の空港ラウンジいろんなとこ行って食べてきたんですけど、ビュッフェが提供されてるラウンジっていうのも結構限られてて、オーストラリアとかアメリカではレストランで使えるクーポンをプライオリティパスを提示すれば使えるみたいなところも結構多いんですけど、プラザプレミアムラウンジはプライオリティパスを持っている人であれば使えるラウンジで、食事のクオリティが結構高いですね。台湾にもあった気がします。その他に印象深いラウンジはドバイのマルハバーラウンジっていうのもプライオリティパス使って入れるラウンジなんですけど、そこと香港が並んで食べ物が素晴らしい、プライオリティパスのカードラウンジだなと思ってます。じゃあいただきます。ラウンジすごく楽しかったです。今香港の空港の近くに新しい施設が結構たくさんできるみたいで、ショッピングセンターだけじゃなくてなんかロジスティックスセンターとかできるみたいですね。空港も広くなるのかな。サードランウェイって書いてあります。今私たちがいるのがこのターミナル1で、駅を挟んで反対側にターミナル2ができると。でその向こう側にホテルだったり、フェリーターミナルができるみたいな感じですね。無事羽田空港に到着しました。ちょっとびっくりしたのが夜23時到着で、この後の税関がびっくりするほど混んでいたことです。あと京急の電車で帰ったのですが、そちらも満員で、自分は電車を1本見送って終電の1本前でようやく乗れました。インバウンド効果すごいなぁと思いつつ、この混雑具合は今後要注意かもしれないと率直に感じました。とはいえ土日の弾丸香港旅行、たっぷり満喫することができました。あっという間に帰ってきちゃいました。実は1ヶ月半後にまた今度はヨーロッパに2週間滞在するので、そちらを計画立てつつ
楽しみに過ごしていきたいなと思います。